こんにちは、ごまプリンです。2021年の相模湾キハダマグロ、今年はまさかのロングランで、なんと12月に入ってもキハダマグロの様子があるという異例の年になったわけですけれども、キハダマグロの大型化が止まりません。聞いたところによれば、新生丸の高橋船長、竿は藤沢釣り具の S グラスブランクだそうですね。しかも 11mm だそうで、ワンランク細いブランクです。僕も 11mm のブランクはジギングロッドのブランクとして使わせてもらったんですけれども、エビングでも実績が出ていてですね、ベースがいいので来季はジギングでも使用できるように今改良を加えて試作版を作っているところです。さて、僕が今年メインで使っていた 12mm の S グラスブランクですね。結果は23打数12安打。ちょっとバラシが目立ってしまったんですけれども、竿はなかなかいい仕事をしてくれたんじゃないかなと思ってます。ただ、いくつか改善したい点がありますので、2022年版としてマイナーチェンジをすることにしました。まず一つ目に視点の調整です。昨年版は視点がやや遠かったので、ブランクの根元をカットすることで視点の位置を好みの位置に調整していました。なので今年のブランクは切ったりせずそのまま使えるように調整しています。2つ目は視点の急テーパーの改善です。この竿の特徴でもあるこの急テーパーですね。まず穂先が泳がせの感度を重視していることもあってとても柔らかいんですね。それでいて大きな魚を起こすためにバット部分は結構硬いので、柔らかい部分と硬い部分の境目が急テーパーになってしまうというわけです。で、急テーパーの欠点としては、一つに特定のガイドへの負担が大きいことが挙げられます。もう一つは置き竿にした時のレスポンスですね。竿のテーパーが滑らかな方が魚の挙動がつかみやすい、いなしやすいという効果が得られるかと思います。というわけで2022年版は急テーパーな部分をもう少しマイルドにしました。3つ目は穂先の柔らかさを見直しました。コマセ釣りをするにあたり、穂先が柔らかすぎるとコマセを振り上げた時に穂先が寝てしまうので、どうしてもですねコマセが振り切れないといったことがあると思います。ですので今回はコマセモデルとして穂先をやや固めに調整しました。それではマイナーチェンジした竿の曲がりを確認してみましょう。名前がですね、過去のものと判別するため JTS になったようです。まず目印としてマスキングテープを貼ります。このマスキングテープ、下から約95センチくらいのところに貼るんですけれども、この95センチの位置が竿が仕上がった時にだいたい100センチのところになりまして、ガイドの位置でいうとおおむね第7ガイドの位置に相当します。はい。で、過去のモデルと比較すると、だいたい6番ガイドのあたりが少し強めになっていまして、ピークがやや滑らかになった感じです。50キロオーバーがかかるとこんな感じでしょうか。おそらく30キロクラスだとこんな曲がりになるかと思います。こっからここまでが強すぎてほぼほぼ曲がらないんで、12はまだ若干ここが曲がってくれるから逆にあるんですけど、めちゃくちゃ強い。ですね、めちゃくちゃ強いです。で、今本気で曲げてもこれなんで、これはもう70キロオーバーですね。はい。そうすると通常使ってるのって多分これぐらいになるんですよね。そうするとまあここは使ってないですよね。12の方が、さっきと同じぐらいグッてかけるとここまで曲がってくれるんで、12は今回のすごいちょうどいいですね。というわけでですね、13mm の方ももう少しバランスを見てもらってはいるんですが、それでもおそらく 13mm は強いので、今のところ相模湾マグロでの僕の推しは 12mm のブランクとなっております。特にですね、過去の S グラスでコマセが振りにくかったという方は、穂先がやや硬くなったマイナーチェンジ版でより快適なコマセワークが実現すると思いますので、ぜひ藤沢釣り具の方足を運んで触ってみてください。それではまた。